はい。ということで、今日はですね、この Paperspace というサイトを使って、Stable Diffusion のオートマティック1111を動かすというのをやります。ではやっていきます。動画説明欄に一応この Paperspace のリンクを貼っておくのでアクセスしてください。ログインしろっていう画面が出てくると思うので、アカウントを作ってください。Google と連携させるもよし、勝手にメールアドレスを入れるもよし、アカウントを作ってください。そしておそらくアカウントを作ってなんやかんや進んでいくと、このページに行くと思います。行かない人はこの辺のこれを押して、このページに飛んでください。まずプロジェクトを作ろうということで、ここのクリエイトプロジェクトというのを押します。名前は何でもいいです。適当にポイッと押してクリエイトしてください。プロジェクトを。そうすると、こういう画面に移ります。ノートブックを作ろうという画面です。そこでこのクリエイト、ノートブックを作るを選択します。するとこうなってなんぞやっていう感じなんですけど、ここの画面はプリセットで何を入れますかってことです。ステーブルディフュージョンを入れたいところなんだけど、こっちを選択します。これは最初にごちゃごちゃと入ってかえって分かりにくくなるので、こっちを選択してください。要するに何もないよということです。で、ここで GPU を選択します。このサーチのところにフリーと入れていただくと、フリー GPU がこうバーって出てきます。で、このグローズとプロっていうのは、有料アカウント月額8ドルと10何ドルか30何ドルか払うとこれを使えますよということです。で、無料アカウントの人はこれです。フリー GPU30 ギガの RAM と8CPU、8ギガの GPU っていうのだけ使えます。今、灰色になってるのはみんなが使っててもういっぱいいっぱいだよっていうことです。この争奪戦が結構大変なんです。そうは言ってもこれを使いたいんで、5分おき10分おきくらいに根気よく更新してると開くんで、そのうちこれがこう選択できるようになるんで選択してください。そうしましたらこれを6にします。無料アカウントは6が最大なのでこっち選択してもダメです。6までなので6時間を選択してください。そしてここのスターツノートブックを押します。なのでここでの一番の難関はこの無料 GPU を選択できるか否かです。なのでこの争奪戦に勝ってください。CPU だけでいいっていう人はここに CPU があるんだけど、それじゃできないので GPU を手に入れてください。そうしましたら私は事前にこう GPU を起動させてるものがあるんです。だからこういうことができるんですよ。 GPU をちょっととりあえず入手して起動させておけば6時間使えるんです。それが便利なんです。でポイッと押すと、これは私があらかじめ GPU を起動させておいた画面です。皆さんも GPU を選択してクリエイトすればこの画面に移りますと。 GPU を手に入れてこの画面に移ったよっていうのを前提に進めます。そしたらここに Open in Jupyter Labo ってあるんで、これをクリックします。そうすると画面が Jupyter Labo という、要するにプログラムを書いたりなんやかんやする分かりやすいインターフェースのところに移ります。そしたら動画説明欄に GitHub のリンクを貼っておくので、このページにアクセスしてください。そしてここのクイックスタートってあるので、これをコピーします。コピーして Jupyter Labo に戻ったらプラス、このプラスを押していただいて、これですね、ノートブックの Python3、これをクリックします。そうすると新しいこのプログラムを書くのが出るんで、びっくりマークをつけて、その後に今コピーしたやつをペースト。そしたらこの再生ボタンを押します。そうするとこのようにクイックスタートのこのファイルが完成します。これね。そしたらこれをダブルクリック。そうするとこれでもうあとはポチポチって押すだけで簡単にできますよというのが読み込まれましたよと。で、順番があって、まずこう上から見てったところのこれです。ここの今我々がやってるのはフリーなので、この先頭のびっくりマークを消します。そうするとこうなります。で、さらにペーパースペースのちょっとややこしいのがストレージ管理でして、無料アカウントだと5ギガしか使えないんですよ。5ギガしか。で、どういう設置になってるかっていうと、まず5ギガの中にプロジェクトが入りますよと。それが今見たやつです。で、その5ギガの中のプロジェクトの中のこのスペースは、これをストップさせても消えないんですよ。消えないスペースなんですよ。そこに今この2つのファイルが入ってるんですよね。ところがどっこい、ここにステーブルディフュージョンのモデルとかを入れていくと5ギガなんですぐいっぱいになっちゃうんですよ。ってのがここに説明で、どうするかっていうと、じゃあここのディレクトリに入れればこれをストップさせると消えるんで、その容量は5ギガよりも多いので、いくつだったかな、30とか20とかかな、そのくらいあるんで、ステーブルディフュージョンのモデルを入れるには十分ですよということなのですよ。で、それを変えるのがこれなのですよ。で、これをどう変えるかっていうと、これをもう分かりやすくなんかカラーペンでこう塗ってくれてんだけど、これに変えるんです。ここをこうしてペットね、接続を切った時に消えるディレクトリに入るので良いと
いうことです。で、そうしましたらここをこうクリックしている状態、でこれをスタートボタンを押します。そうするとこういう風にインプットされますよと。で、一つこの処理が終了すると、ここの左側のここのところに番号がペッて出るので、そしたらこの中の作業が終わったよということなんで、それを目安にしてみてください。そしたら次です。これです。Clone Web UI。ここは特に何もせずにポチッと押してスタートを押します。こうピコ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 って出て、はい、できました。はい。そうしましたら、この左にアウトプットとか、ステーブルディフュージョンとかのフォルダーができますよと。で、一見これはさっき言ってた5ギガのところに入ってるように見えるんだけど、実際はここにこう Windows でいうショートカットみたいな感じに表示されてるだけであって、実際には5ギガじゃなくて毎回リセットされる大きめのストレージの方に入ってます。そしたら次これです。インストール、必要なものをインストール。またこの辺のところをポイッと押していただいて、スタートボタン。そしたらこれが結構ダウンロードに時間がかかるんで、ちょいとお待ちくださいよという話です。はい、それで今の作業が終わりましたら、今度はダウンロードモデルなんですよ。で、ここにもうすでにプリセットとして好きなモデルをダウンロードせいっていうことで用意されてるんですが、これが結構もうごちゃごちゃしてて分かりにくい。とはいえこう見てって、例えばステーブルディフュージョンの 2.0 系はこれとかね、ステーブルディフュージョン 1.5 はこれとか、ワイフディフュージョン系とか、アニメ系とか、いろいろ入ってるわけですよ。で、ノビラ AI のリークモデルも入ってるんですよ、デフォルトで。で、とはいえ、わしはそんなものは使わんという人のために、もうちょっと下に行くと、これです。これ、トゥールってのがあるんですよ。ちょっと結構下の方なんですけど、この位置で見てもらうと。トゥールってのがあって、そこにオートマティッドモデルダウンローダーってのがあるんです。これをポイって押していただくとこうなるので、ここを同じように選択してスタートボタン。そうしましたらこういう入力画面が表示されるので、自分の使いたいモデルのダウンロード URL を入れます。コピーして、アドレスをコピーしてここにペット貼り付けます。そうするとそれがダウンロードされます。ちなみにハギングフェイスと Google ドライブはできるっぽい。チビタだかなんだかっていうサイトのはまだやってないでよくわかりません。で、こうペペペペペペッとダウンロードがされます。はい、OK。はい、それでモデルがダウンロードされましたよと。そしたらそのちょっと下に Build and Install X っていうのがあるので、ここです。これを選択して実行。はい、OK。これはお絵描き作業を高速化するみたいなやつです。そうしましたらちょっと上の方に戻っていただいて、これですね。リンク・ザ・モデルズ・ディレクトリというのを選択して実行します。これをしないとダウンロードしたモデルがちゃんとこの中に入らないので、オートマティックを起動してもモデルがない状態になってしまいます。そしたらいよいよ、WebUI の起動です。ランチ・ザ・WebUI。ここをポチッと押して、このスタートボタン。そしたらもうあとはいつも皆さんが使っているようなオートマティックに起動します。OK。そしたらリンクをクリックして、デンとこの画面になりますよと。さっきダウンロードしたモデルもここに入ってますよと。ワンガールと。ただ、やっぱコラボに比べたら GPU が弱いんで、無料だとちょっと遅いんですよ。速度ができんことはないし、そんなにストレスかってやれれば微妙だけど遅いんですよ。やっぱりコラボだともうポンポンポンっていくけど、これだとやっぱちょっとジって感じよね。はい、できましたっていう感じに、プロンプトがそんなに大したことないんで大したことないですけど、こういう感じで使えます。で、じゃあ自分の作ったイラスト、ここのアウトプットに入っているんですけれども、これをダウンロードしたい場合はどうするかっていうと、まずこの実行を止めます。この実行、WebUI のこの実行を止めます。ここの四角ボタンがあるので、これをペッて押していただければ止まります。そしたら今度はこのエクスポートジェネレーションズというのを選択して実行。そうしましたらさっきのこのプロジェクトの自分で作ったノートブックのところに戻っていただきますと、Jupyter の中でやった作業っていうのがここに反映されてるんですよ。で、このストップマシンっていうのを押して、このプロジェクト自体を停止します。それでこのグリグリを押すと、このようにさっきできてたステーブルディフュージョンとかのフォルダーがフォルダーじゃなくなってるんですよ。で、これはだから止めたから今回ので消えちゃったよってことです。もう一回起動させたかったら先ほどの手順を繰り返してくださいっていうことです。で、先ほどのエクスポートというのをやったので、ここの自分の作ったイラストというのがこれですね、保存されてますよという話です。以上です。で、最後にじゃあもう一回次の日やろうかなとか思ったら、同じようにここをポエッと押していただいて、で、今度はこのスタートマシンを押すんですけど、いきなりやっても先ほど言った通り GPU の争奪戦に勝てないので、ここのところを
選択していただけば、このマシーンってところ、左のマシーンってところを選択していただくと GPU がこう先ほど見たのと同じような画面になってると思うので、フリーと入れていただくと、今いっぱいだなと思って、また10分後とか5分後とかに試して、ここが選択できるようになったら選択して6時間にしてスタートですってやれば、さっきと同じ手順になります。で、今度は Jupyter、ここに出てると Jupyter 開かなくても、もうここに直接読み込んだのがあるので、これを同じようにポイッと押して一個一個やっていただければいいと思います。今度はこの辺にね、スタートボタンみたいのができてるのでってことです。ではさらばじゃ。ペーパースペースは何ぞやっていうと、 Google コラボみたいなものです。 Google コラボの無料アカウントは GPU の接続が切られるかかなり不透明な部分がある。ところがどっこい、このペーパースペースは無料アカウントにもかかわらず GPU が最大6時間も使えてしまうという素晴らしいものです。なので今日はこのペーパースペースを使っていこうと思います。で、一つの注意点としては、このペーパースペースは無料アカウントだと作ってるプログラムのこのページっていうんですかね、ノートブックがあるんですけど、それが非公開にできないということなんですね。そもそも多分サイトのコンセプト自体が違って、このペーパースペースっていうのはみんなに自分の作ったものを使ってもらいましょうねっていう感じのプラットフォームなんですよ、おそらく。なので無料アカウントだと非公開にできない。そうは言っても共有リンクを知ってる人間しかアクセスできないから、アクセスされるっていうことはそうそうないんじゃないかなと思いつつも、必ずしもゼロではないんで、その辺のリスクは追いつつ、使ってくださいということです。別にね、なんか個人情報を載せてるわけじゃないからね、そこにアクセスされたところでどうってことはないと思うんだけど、その点が注意点ですよということです。